こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は法改正について解説をしていきたいと思います。雇用保険法改正になりまして、今現状受給されている方、そしてこれから受給をしようと思っている方も多いかと思いますが、高年齢雇用継続給付の支給率というのが引き下げになるというところになります。2025年、令和7年4月から支給率が引き下げという形になりますので、詳しく見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、高年齢雇用継続給付というのは雇用保険法における給付の一つになりますので、まずは雇用保険について見ていきたいと思います。そして雇用保険の給付の一つであります高年齢雇用継続給付ですけれど、こちら2025年の4月から支給率が引き下げという形になりますので、詳しく見ていく。また高年齢者といいますと年金関係が非常に気になるかと思います。高年齢者の年金支給ですね、厚生年金というのは支給年齢の引き上げというのが行われている途中ではありますけれど、こちらの支給年齢の引き上げの遠隔も少し見ていった上で、今後高年齢者が労働市場に入っていてどんどん働くという方も増えてくる、すでに多いという状況ではありますけれど、高年齢継続給付の支給率が引き下げになるので、企業側としても賃金体系の見直しをせざるを得ないというふうに思います。そういった中で活用していただきたい助成金としては、高年齢労働者処遇改善促進助成金というのがありますので、こちらを紹介をした上で最後に注意点とまとめという形になります。まずは雇用保険法とはどういったものなのかですけれど、雇用保険につきましては政府が干渉をする社会保障の一つで、強制保険制度になります。一定の要件を満たした労働者を雇用する事業所につきましては強制適用となっております。そしてこの強制適用の要件になっているものの一つに、労働者が1週間20時間以上働くというのがありますけれど、こちら雇用保険の適用拡大というのが予定をされておりまして、2028年からはですね、1週間20時間の労働が1週間10時間の労働という形で引き下げになるということになっております。一方でですね、社会保険につきましては、もうすでに社会保険の適用拡大というのは進んでおりまして、直近で言えば2024年の10月から社会保険の適用拡大がされて一段落しているところではありますけれど、2025年年金改革の中で社会保険の適用を一層広げていこうという話もありますので、今後ですね、社会保険の適用になるのがどんどんもっと広がっていくのではないかと考えております。こういった雇用保険ですけれど、ではどういった内容を行っているのかといいますと、一番大きいのが労働者が失業した場合に対しての生活雇用の安定ですとか、就職の促進に対して給付を行うというもの、また失業を予防すること、雇用機会の増大、そして労働者の能力開発というのも雇用保険の役割の一つという形になります。そして雇用保険というと真っ先に思い浮かぶのが失業保険、失業給付ではないでしょうか。こちらもですね、2025年4月から給付制限解除という形になりますので、退職者が急激に増加をする懸念もあります。また教育訓練給付につきましても2024年の10月から給付率の上増しというのがありますので、こちらもですね、能力開発に関しても非常に力を入れている。また育児介護の部分に関しては頻繁に法改正がされている部分ではありますけれど、2025年4月からはいわゆる手取り10割といったところがスタート、また時短給付というのもスタートを予定をしているといった状況になり、雇用保険とはさまざまな形で働く人のセーフティーネットとしての役割を担っているという形になります。この雇用保険における給付の一つに高年齢雇用継続給付というのがあります。こちらは今現状ある制度ではありますけれど、今後もう廃止がすでに決まっている制度になります。
今現行につきましては60歳以降の格付きの賃金というのが原則として60歳時点の賃金の 75% 未満だった場合は65歳まで賃金の最大 15% を支給をするものとなっておりますが、2025年令和7年4月以降、新たに60歳になる方、そしてそれらの方に給付をする場合には、給付率というのが現行の 15% ではなく 10% になって支給がされるという状況になっております。したがって、どんどんこちらはですね、廃止に向かって引き下げという形になっております。この 10% 以降、どのような形でこの給付率が変わっていくのか、一気になくなるのか、もう1段階、2段階引き下げになるのかはちょっと分かりませんけれど、いずれはなくなっていくものという形になっております。そしてですね、高年齢者で気になるのがもう一つは年金問題というところになりますけれど、もともと年金はですね、国民年金は65歳支給、厚生年金は55歳支給という形ではありましたけれど、それがですね、度重なる法改正を経まして、今現状は厚生年金の支給は65歳が原則という形になっておりまして、当初の55歳から男性、女性それぞれですね、段階的に引き上げを行っておりまして、男性については2025年度に完了、女性に関しては2030年度に完了という形で、今後年金の支給は65歳で統一がされるといった形になってきます。そういった中で、厚生年金に関しましては支給年齢の引き上げの途中でですね、在職老齢年金といったところがありました。そして在職老齢年金に関しましては2種類、低在労、高在労というものがありますけれど、こちら別の動画で詳しく解説はしておりますけれど、低在労の部分に関してはどんどん今後なくなっていくといったところ、また高在労ですね、こちらの部分に関しても2025年年金改革の中でどのような対応を取られるかといったところも動向を注目する内容の一つかと思います。そんな中でですね、今現状、高年齢者の就業率というのをちょっと見ていきたいと思いますけれど、高年齢者の就業数に関しましては19年連続の増加といった中で、2022年においては6700万人の就業者数に対して、高齢就業者というのは912万人という形になっております。65歳から69歳の就業率はもう 50% を超えているといったところ、そして日本の高齢者はですね、特に就労の意欲が高いというふうに言われております。一方でですね、別の動画でご紹介はしておりますけれど、ギャラップ社の調査によると、やる気のない社員といったところ、日本の社員はやる気がないといった統計が出ております。こちらはですね、日本の社員の 70% はやる気がないといった統計調査が出ておりまして、かなり衝撃を受けたところ、そういった中で従業員サーベイというのが最近注目を浴びているところですけれど、そういった従業員サーベイ等を実施して自社の弱いところを穴埋め、底上げをしていくといった取り組みが今頻繁に行われているところ。ギャラップ社の調査によりますと、全139カ国の中で日本ですね、やる気のない社員の多さというのが132位で、もう下からもう何位といった状況にはなっておりました。そういったところで高年齢者の高い就労意欲、そして全体としての低い就労意欲、そういったところのバランスも非常に重要になってくるかと思います。今後ですね、高年齢者どんどん自社の中で採用というのは進んでくるかと思いますけれど、そういった場合にですね、高年齢労働者処遇改善促進助成金というのがあります。こちらはですね、2023年、令和5年に支給要件が改定になっておりますけれど、雇用形態に関わらない公正な待遇確保のために、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善のための助成金という形になります。簡単に言いますと、
就業規則などによって高年齢労働者に対して適用される賃金規定等の増額改定を行った場合に助成金が支給という形になります。そして支給に関しましては4回に分けてですね、第1期から第4期にかけて6ヶ月ごとに支給がされて、最大4回最長2年間支給、そして増額分の3分の2が支給をされるという助成金になりますので、今後ですね、高年齢雇用継続給付の引き下げというのがありますので、合わせてこの助成金も活用してほしいと思います。この助成金活用する上ではですね、賃金規定と改定計画書の提出が必要になりますので、注意が必要です。そして最後に注意点とまとめですけれど、まずは働きやすい職場づくり、高年齢者だけではないですけれど、今後、ますます高年齢者の雇用が増えていくという形になりますので、高年齢者が働きやすい作業設備への改善ですとか、職域の拡大、そして雇用形態の多様化への取り組み、いわゆる高年齢者だけではなく、性別、国籍を超えたダイバーシティ経営への取り組みというのを進めていってほしいと思います。また、政府による高年齢労働者の雇用促進政策というのも進んでおります。70歳まで就業機会の確保というのは今、努力義務になっております。また、試験的ではありますけれど、マルチジョブホルダー制度というのもスタートをしておりますので、こういった制度も上手に活用してほしいと思います。高年齢者雇用ですね、デメリットもある、ただメリットの方もありますので、メリット面にも注目をして、助成金とセットで上手に活用してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。